はようございます。今日は旅の9日目です。今はにゃちゃんというところにいます。今日は海沿いを走って中南部のフーイエンへ向かいます。ホテルのロビーには弥勒仏がありました。未来に現れるとされる仏様です。また、財神と土地の神様も一緒に祀られていました。右の土地の神様は大きなお腹とうちわを持った優しい姿をしています。また、左のお金の神様は金の塊を持った笑顔の老人の姿です。荷物の準備も30分ぐらいで終わり、朝9時頃には出発の準備が整いました。昨日はビュッフェでたくさん食べたのに、今朝はとてもお腹が空いてしまい、朝ごはんにコムタムを食べました。一皿25,000ドンです。コムタムはベトナムの朝ごはんの中でもとても人気があります。特にベトナム南部ホーチミン市で有名な料理です。ハノイの人々がフォーを食べるように、サイゴンの人々はコムタムを食べるということわざがあるぐらいです。割れたお米に炭火で焼いた豚肉や卵、漬物、野菜を一緒に食べるとても美味しい料理です。安くてお腹いっぱいになるので、多くの人に愛されています。ここのコムタムの店では服の修理もしていて、ちょうどリュックのチャックが壊れていたので、朝ごはんを食べている間にチャックの修理も頼みました。それでは出発します。フーイエンまでの道にはいくつかの峠があるので、気をつけてバイクを運転します。フーイエンは観光地として急速に注目を集めていますが、まだ他の観光地に比べて観光客が少なく、隠れた宝石のような存在です。今日も天気が良く、景色がとても綺麗です。にゃちゃんは素敵な場所ですね。この辺にはリゾートが立ち並んでいます。ここはルンソン峠と呼ばれています。青い海が広がっていて、とても美しい景色です。ただし、この辺りには携帯電話の電波が届かない場所もあります。ガソリンを4万ドン入れました。目的地や宿をあらかじめ決めず、自由に進めるバイク旅はとても楽しいです。先ほどまでは海沿いの下道を走っていましたが、今は海沿いの国道1A号線を走っています。ベトナムでは逆走している車やバイクが多いので、訪れた時は驚かないでくださいね。景色はとても綺麗ですが、まだ特に面白い場所は見つかっていません。なので次は小さな道に入って少し冒険してみます。この村は魚を扱っている家が多いようです。海の近くまで行ってみましたが、特に新しい発見はなく、また国道に戻りました。喉が渇いたので休憩できる場所を探します。いいカフェを見つけたので立ち寄りました。ここはカフェボンと呼ばれるカフェの種類で、
ハンモックでゆっくり休めるのが特徴です。ベトナムの南部と中部にはこのカフェがとても多いです。時間制限がなくリラックスできてとても安いです。ココナッツジュースとマンゴースムージーを注文しました。1杯2万ドンです。今は米の収穫時期で、ヤチャンから北に向かう道中、景色が本当に美しいです。道の途中で同じバックパッカー勢を見つけました。後ろのトラックが過ぎ去るのを待っています。もし次の機会があれば、かっこいいバイクでピューンとツーリングしたいですね。海が近いこともあって、ここは国道ですが砂地になっています。峠に入る前に小さな道を見つけたので、坂道を上がってみました。驚いたことに、目の前には綺麗な青い海が広がっており、景色がとても素晴らしかったです。まもなくカー峠に入ります。ベトナム中部にある大きい峠の一つで、峠の高さは333メートル、長さは 12km です。今では自動車専用のトンネルが開通していますが、昔は難しい峠の一つとも言われていました。バイクのエンジンが熱くなったので、エンジンを休ませるためにバイクを洗ってエンジンを冷やす場所を探しました。バイクを洗っていると地元の人と話す機会があり、峠の頂上にある文老村という場所が綺麗だと教えてもらいました。今からそこに向かおうと思います。初めての坂道だったので、バイクの調子や坂の長さが気になり、少し緊張していました。道はそれほど広くはありませんが、大きなトラックも真横を通るので、ちょっと怖かったです。私たちのバイクは 125cc で、荷物が 50kg もあり、さらに2人乗りなので、かなりゆっくりと進んでいます。人が歩くぐらいのスピードでバイクを走っています。文老村の入り口を見つけました。入り口が急な下り坂になっているようで、別のルートで文老村に入ってみます。文老村に到着しました。ここは南部とは違い、地元の方言が少し聞き取りづらく、改めて中部地方に来たのだと実感しました。村に入ると人の姿はあまり見かけませんが、ロブスターがたくさん売られているのに驚きました。村全体がロブスターで溢れていて、ロブスターの村と呼んでもいいくらいです。どのお店でもロブスターを売っています。新鮮なロブスターは普通の値段でしたが、そうではないものは比較的安く売られていました。今回少し購入して今夜民宿でいただこうと思います。この村ではロブスター以外のものはあまり見どころがありませんでした。周りの海にはたくさんの船が停泊していました。
ここの近くにキャンプ場があると聞いたので行ってみました。そこには犬がたくさんいて、キャンプの利用料金は1人30万ドンでした。以前行ったキャンプ場では1人10万ドンだったので、かなり高いと感じました。さらに夜間は警備員がいないとのことです。オーナーさんに夜悪い人が来たらどうするのと聞くと、オーナーさんはここにはウアがあるから大丈夫と答えました。ウアはベトナム語ではいい意味ではお守り、悪い意味では呪符を意味します。お守りがキャンプ場を守ってくれて、悪いことは起こらないそうです。ベトナムの一部の地域ではシャーマンや祈祷師が多く、悪霊を追い払ったり幸運を呼び寄せるときにこのお守りが使われることがあります。お守りの中でも有名なのがウアガイというものです。ウアガイはベトナムの伝統的な魔除けや呪術で、特定の植物、害を使ったお守りや呪具を指します。害には霊的な力があると信じられ、健康、恋愛、商売繁盛のために使われることがあります。一方で悪用されることもあり、倫理的な問題も伴います。ここでキャンプをしたかったのですが、ちょっと不安要素が多かったので、このキャンプ場には泊まらず、別の場所を探すことにしました。その後、バイクを走らせていると、モンビーチという場所を見つけました。入場料が必要で、海辺までバイクでは行けず、そこからさらに300メートル歩く必要があります。また、このビーチは夜の6時には閉まります。受付ではキャンプもできると聞きましたが、荷物が多かったので、今回は海を眺めるだけにしました。海辺は工事中でかなり埃っぽい状態でしたが、海の水はとてもきれいで、水遊びを楽しんでいる人たちもちらほら見かけます。水を飲んでみましたが、あまりしょっぱくはありませんでした。海岸の長さは約400メートルと短く、地図で見ても小さなビーチだとわかります。近くには灯台があり、そこからモンビーチを一望できるそうですが、灯台までは30分ほど歩かないといけないので、今回は諦めました。暑い中、ビーチまでの300メートルを歩いただけでもかなり疲れてしまいました。こちらはタコの木の実というものです。タコの木は主に海岸沿いの砂地や塩分の多い場所に生息し、日本では小笠原諸島などで見られます。この実はゴツゴツとした独特な形が特徴的です。このビーチではこの果実を使った飲み物を売っているお店を見つけ、試しに飲んでみました。味は茹でたトウモロコシの残り汁のような感じがしましたが、店員さんによると体にいいとのことです。また、民間療法ではタコの木の茎全体が薬として使われることもあるそうです。文朗村付近で国道 1A から国道29号線に入り、海沿いを走りました。この辺りには美しい海がいくつもあります。特にティエンビーチが印象的で、海水浴を楽しんでいる人も見かけました。
すでに夕方で時間も限られていたので、景色だけを楽しんで通過することにしました。砂利道が多く、バイクが倒れやすいので注意が必要です。実際に危うく倒れそうになってとても怖かったです。夕日の時間帯が一番好きです。この時間の光はとても綺麗で、写真を撮るときに最高の明るさを作ってくれます。私は絵を描くのが好きで、光の使い方を大切にしているので、この夕方の光がとても気に入っています。町に到着して、マップでホームステイを探しました。私たちはフーイエンの町に入ったところです。今日はヤチャンからフーイエンまで走ってきました。この辺りには空港が建設中だと聞きました。ホームステイに到着しました。最上階の部屋を見てみると、バルコニーがありました。隣の家ではツバメが巣を作っていて、鳴き声が聞こえてきます。バルコニーからの夕方の景色はとても美しく絶景です。ここではバーベキューもできるので、ここに泊まることにしました。ベトナムではツバメの巣は高級な健康食材として知られており、昔は王族しか食べられなかったほど珍しいもので、今でも非常に高価です。ツバメの巣を購入したい方はぜひ連絡してくださいね。少し休んでから近くの市場に行きました。そこではイカを買いました。この市場はとても混雑していて驚きました。なかなか栄えていますね。ついでに5枚入りの焼きライスペーパーとココナッツからできた焼きライスペーパーも購入しました。1袋に5枚入っていて価格は2万ドンです。バーベキューをします。バーベキュー用のコンロは大家さんから借りました。以前ムイネーで買ったロシアのお酒がまだ残っているので、今日はそれを飲むことにします。ロブスターとウイスキーの組み合わせはどうかなと思いましたが、正直ちょっと合うとは言えませんね。ボトルはかなりおしゃれでいい感じですけど。それでは料理を始めます。炭火を準備して、ロブスターとイカをきれいに洗って焼いていきます。今日のロブスターはエビ味噌が甘くて身がプリプリでとても美味しくて、今日買ったものは大当たりでした。今日は初めての峠越えでかなり緊張しました。スクーターで大量の荷物を積んで、さらに2人乗りなので、坂道やトラックにはとても気をつけています。でも、綺麗な海を見たり、バーベキューをしたりで、今日は本当に楽しい一日でした。皆さん、おやすみなさい。メドライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。